500年の封印が今解かれる。この国が目覚めれば世界が変わる。2023年9月14日、イタリア・ローマ、バチカン市国の城壁に囲まれた一角に、バチカン秘密文書館と呼ばれる施設がある。正式名称は2019年にバチカン市と文書館に改称されたが、今でも多くの人々は旧称で呼んでいる。この文書館には、カトリック教会が2000年にわたって収集してきた膨大な文書が保管されている。その総延長は約 85km に及び、収蔵文書の数は推定で数百万点に達する。その大部分は未整理であり、研究者にも公開されていない。バチカンが世界中の情報を最も長期にわたって収集し続けてきた機関であるという事実は、歴史学者の間では広く知られている。しかし、その収蔵品の中に、500年以上にわたって厳重に封印され、歴代の教皇と極めて限られた数奇教だけが閲覧を許されてきた文書群が存在することは、バチカンの内部関係者の間でさえ、ほとんど知られていなかった。この日、バチカン秘密文書館の地下3階、一般の研究者には立ち入りが許可されていない特別保管区画で、一人の修復士が作業を行っていた。名前はマルコ・ビスコンティ、当時47歳。フィレンツェ大学で中世写本学の博士号を取得した後、20年以上にわたってバチカンの文書修復に従事してきた専門家である。ビスコンティは、16世紀初頭に作成されたと推定されるラテン語の文書群の修復作業を担当していた。これらの文書は、湿気による劣化が進んでおり、早急な修復が必要とされていたものである。地下3階の特別保管区画は、温度が摂氏18度、湿度が 45% に常時管理されており、入室には3段階の認証が必要とされる。ビスコンティがこの区画への入室を許可された背景には、文書の物理的劣化が限界に達しており、修復の専門家を入れざるを得なかったという事情があった。ビスコンティが修復作業中に発見したのは、1517年の日付が記された楊筆の束だった。1517年とは、マルティン・リュターが95か条の論題を掲示し、宗教改革が始まったとしてある。この文書は、当時の教皇レオ10世の命令で作成された内部報告書であり、表紙には、極秘、教皇の未閲覧化という趣旨のラテン語が記されていた。さらに、表紙の右下には、赤いろうで押された封印があり、その封印には、開封したものは破門に処すという警告が刻まれていた。500年の歳月を経てろうは割れ、封印はすでに形骸化していたが、その警告の重さは、文書の内容の深刻さを物語っていた。文書は全部で238ページに及び、そのうち約70ページが判読可能な状態で残されていた。残りのページは、湿気と虫食いによって判読が困難な状態にあったが、断片的に読み取れる単語の中に、繰り返し登場する表現があった。東の島々、祈りの王、不滅の大慶という3つの表現である。ビスコンティは修復作業の一環としてこの文書を精読し、その内容に息を飲むほどの衝撃を受けた。文書には、東の果てに位置する島国に関する、あまりにも精緻で恐れるべき詳細な記述が含まれていたのである。この島国は、文書の中で、ソリスオルとイスの島々、すなわち日の昇る島々と繰り返し呼ばれていた。文書は、この島国について、カトリック教会が500年以上にわたって絶対に世に出してはならないと封印してきた不都合な情報を含んでいた。ビスコンティはバチカンの内部規定に従い、この発見を上司である文書監副官長に報告した。しかし、報告から24時間以内に、ビスコンティは文書修復部門から突如として配置転換を命じられ、当該文書へのアクセス権を完全に剥奪された。配置転換の理由は、組織改変に伴う人事異動、とだけ説明された。20年以上にわたって文書修復一筋に歩んできたビスコンティが、突然、文書館の受付業務に配属されるという不自然な人事だった。
ビスコンティは事態の異常さを察知し、配置転換の前夜に文書の最も革新的な部分を手書きで密かに書き写していた。深夜の文書館で懐中電灯の光だけを頼りに震える手でラテン語を書き写したのだという。この取写本はその後、ビスコンティの個人的な経路を通じて、ローマ大学東洋学科の日本研究者であるアレッサンドロ・モレッティ教授に渡った。モレッティ教授は2024年1月、匿名を厳守する条件で、この取写本の内容を日本の研究者に共有した。本動画は、ビスコンティ愛の血掛けで書き写した文書の内容と、それを受け取った研究者たちの分析をもとに、バチカンが500年間封印してきた東の島国、すなわち日本に関する戦慄の記述を再構成したものである。まず、この文書が作成された歴史的背景を説明する。1517年当時、ヨーロッパはいわゆる大航海時代の真っ只中にあった。ポルトガルとスペインを先頭に、ヨーロッパの列強は世界中に船を送り出し、新たな領土と交易路を求めていた。同時に、カトリック教会はヨーロッパ以外の地域への布教活動を積極的に推進していた。イエズス会をはじめとする修道会が、アジア、アフリカ、南アメリカへと宣教師を派遣し、キリスト教の世界的拡大を図っていたのである。この時代、バチカンは単なる宗教的権威ではなく、世界中から情報を収集する巨大な諜報機関としても機能していた。各地に派遣された宣教師たちは、布教活動と並行して、現地の政治体制、軍事力、文化、宗教、地理、資源に関する詳細な報告書をバチカンに送っていた。これらの報告書は、教皇庁の枢機卿たちによって綿密に分析され、カトリック教会の世界戦略の策定に使用されていた。バチカンは、ヨーロッパ各国の王室よりも早く、世界各地の情報を入手できる立場にあった。宣教師という名の情報員が世界中に張り巡らされていたのである。1517年の文書は、このような情報収集活動の中で作成されたものである。文書の冒頭には、教皇レオ10世の直接命令により、東方の諸地域に関する既存の情報を総合し、教会の布教戦略上の課題を整理せよ、という趣旨の指示が記されている。文書は中国、インド、東南アジアの島嶼部、そして極東の島国について、それぞれ章を設けて記述している。しかし、各章に割かれたページ数には著しい偏りがあった。中国に関する記述が約30ページ、インドに関する記述が約20ページであったのに対し、極東の島国に関する記述は、判読可能な部分だけで約50ページに達していた。文書全体の3分の2以上が、この島国に費やされていたのである。1517年の時点でヨーロッパ人がまだ到達していない国に、なぜこれほどの私服が割かれたのか。その理由は、文書を読み進めるにつれて明らかになる。ここで注意すべきは、1517年の時点では、ポルトガル人が日本に到達するのはまだ26年後の1543年であるという事実である。つまり、ヨーロッパ人が日本に直接到達する以前に、バチカンはすでに日本に関する極秘情報を保有していたことになる。では、その情報はどこから得られたのか。文書によれば、情報源は3つあった。第一の情報源は、中国に滞在していたフランシスコ会の宣教師たちからの報告である。彼らは中国の商人や船乗りから、東の海の向こうにある島国についての情報を間接的に収集していた。中国の商人たちは、この島国を和の国あるいは日本国と呼び、良質な銀を産出する豊かな国であると同時に、その民は礼節を重んじ、竹に竹、独自の精神文化を持つ誇り高き民族であると語っていた。第二の情報源は、アラブの商人たちからの情報である。イスラム世界の商人たちは、東アジアの海上交易に古くから関与しており、日本についての高度な知識を持っていた。バチカンは、十字軍の時代から、
イスラム世界との接触を通じて東方の情報を入手する経路を維持していたのである。アラブの商人たちは、この島国の民が、他のいかなるアジアの民族とも異なる独特の振る舞いをすることを報告していた。彼らは取引において極めて正直であり、約束を違えることを何よりの恥辱と考え、自らの名誉のために命を捧げることさえ意図はない、と。そして、第三の情報源。これが、文書の中で最も衝撃的な部分である。文書によれば、バチカンは、古代ローマ帝国時代の文書の中に、東の島国に関する記述をすでに発見していたのだ。これは、ローマ帝国の時代に、シルクロードを通じて極東の情報が断片的にローマにまで伝わっていたことを意味する。しかし、文書が引用している古代ローマの記述は、単なる地理情報や交易情報などではなかった。古代ローマの文書には、こう記されていた。東の果て、火が生まれる場所に、島々からなる国がある。この国の民は、大地と海と空に宿る無数の神々を崇め、その中心に、神の子孫であるとされる一人の王が、神々と民との仲立ちとして祈りを捧げている。この国には、他のいかなる国にも見られない特異な性質がある。あらゆる外来の文化を受け入れながらも、自らの根幹を決して失わない。この性質は、我々巨大なローマ帝国においてさえ見られないものである。バチカンの文書は、この古代ローマの記述に対して、長文の注釈を加えている。注釈の筆者は、教皇庁の東方問題顧問を務めていた枢機卿であると推定されている。注釈にはこうある。この島国の特性は、我々の教義にとって極めて深刻な問題を提起する。我々カトリック教会は、唯一の神の下に、唯一の教会が全世界を導くという理念を掲げている。しかし、東の島国は、唯一の神を必要としない体系の中で、1000年以上にわたって社会の安定と文化の繁栄を実現している。もし、この国の体系が世界に広く知られることになれば、我々のただ一神教の基盤そのものが根底から揺らぎかねない。注釈はさらに続いている。我々は、ローマ帝国の崩壊後、1000年以上をかけてヨーロッパ全土にキリスト教の秩序を築き上げた。十字軍を派遣し、異端審問を行い、教義を聖地化し、教会組織を世界中に拡大してきた。そのすべての努力の根底にあるのは、唯一の神のみが人間を救済できるという命題である。しかし、東の島国は、この命題を否定するどころか、そもそもこの命題を必要としていない。彼らの命題が存在しなくて、人間の社会が安定し、繁栄し、高度な文化である。1000年以上にわたって消失している。これは、我々にとって、いかなる軍事的脅威よりも深刻な存在論的脅威である。文書は、さらに踏み込んだ分析を展開している。東の島国が持つ宗教体系は、ヨーロッパのキリスト教、中東のイスラム教、インドのヒンドゥー教のいずれとも根本的に異なる性質を持っている。それは、教義に基づかない宗教であるという点である。キリスト教には聖書があり、イスラム教にはコーランがあり、ヒンドゥー教にはベーダがある。これらの宗教は、聖典に記された教義を信じることによって信者となる。しかし、東の島国の宗教体系には、信仰の対象となる唯一の絶対的な聖典が存在しない。にもかかわらず、民衆は自然に対する畏敬の念と、見えない存在に対する敬意を、世代を超えて無意識のうちに共有しているのである。文書の筆者は、この体系を、教義なき信仰、と表現し、これこそが教会にとって最も対処困難な相手であると分析している。教義に基づく宗教であれば、教義の矛盾を指摘し、より優れた教義を提示することで、改宗を促すことが可能である。しかし、教義そのものが存在しない信仰に対しては、論理的な反論の余地がない。論破すべき教義がないからである。
信仰が民衆の日常の生活そのものに溶け込んでおり、宗教として切り離すことができないのである。これは、剣で水を切るようなものだ。いくら切っても、水は元の形に戻る。東の島国の信仰は、水のように柔らかく、水のように強靭なのだ。文書は、1549年にフランシスコ・ザビエルが日本に到達した後の状況についても、後年の過筆として記述を追加している。ザビエルは日本での布教活動の中で、日本人の知的水準の高さと議論好きな性格に驚嘆し、これまでに出会ったどの民族よりも優れている、と報告書に記している。実際、ザビエルの報告書には、日本人の識字率の高さ、社会の秩序、礼節の文化について、称賛とも異譜ともつかない記述が散りばめられている。ザビエルは、日本人が単なる未開の民ではなく、ヨーロッパ人に匹敵する、あるいはそれを凌駕する文明を持つ民族であることを、身をもって体験したのである。しかし、同時にザビエルは、日本での布教が極めて困難であることも深く絶望とともに報告した。日本人は、キリスト教の教義に知的な関心を示すが、最終的には、自分たちの先祖が信じてきた道を捨てることはできない、と言って、改宗をきっぱりと拒否する者が多かったのである。バチカンの文書は、ザビエルの報告を受けて、さらに分析を深めている。東の島国における布教の困難さは、民衆の無知や顔明さに起因するものではない。むしろ全くの逆である。彼らは我々の教義を完全に理解した上で、それを必要としないと冷静に判断しているのだ。これは、我々がこれまで世界各地で直面してきた抵抗とは質的に全く異なるものである。アフリカやアメリカ大陸の先住民に対しては、文明の優位性を示すことで布教を進めることができた。アジアの仏教国に対しては、教義の精緻さで論争を挑むことができた。しかし、日本に対しては、我々の側に、彼らの体系を超える論理が存在しないのだ。この時期の過失部分には、当時のバチカンの中枢にいたエリート聖職者たちの絶望が色濃く反映されている。17世紀のある枢機卿は、文書の余白に震えるような筆致でこう書き残している。彼らは聖書も持たずに神のごとく振る舞い、教義を持たずに高度な道徳を体現している。我々の精緻な神学は、この島国の沈黙の前では無力である。論破すべき言葉を持たない彼らを、一体どうやって回収させればよいというのか。もし彼らの生き方が真理に最も近いのだとすれば、我々が1500年間信じてきたものは何だったのか。この枢機卿の筆致からは、知的な絶望だけでなく、自らの存在意義を問われることへの深い恐怖が滲み出ている。バチカンの最高知性たちが、東の島国の前で、自らの信仰の根幹を揺さぶられていたのである。文書は、この分析を踏まえて、バチカンの日本に対する戦略について、極めて率直な記述を言っている。東の島国の体系が世界に広まることを、あらゆる手段を用いて防がなければならない。もしこの国の民が、自らの体系の真の価値を自覚し、それを世界に向けて発信し始めたならば、我々が1500年にわたって構築してきたキリスト教世界の秩序は、根底から崩壊することになるだろう。この島国は征服すべき対象ではない。厳重に封じ込めるべき対象なのである。この封じ込め戦略は、具体的にどのように実行されたのか。文書には、いくつかの方針が記されている。第一に、日本に関する情報をヨーロッパに広めないこと。宣教師たちの報告書の中で、日本の文化的優位性を示唆する内容は、バチカンの内部文書として機密扱いとし、一般に公開しないこと。第二に、日本への布教活動は継続するが、その目的は日本をキリスト教化することではなく、日本の内部に影響力の拠点を確保し、日本の体系が外部に拡散することを監視すること。第三に、日本の体系の中核にある天皇制と神社ネットワークに関する情報は、最高機密として扱うこと。特に、
天皇が毎日言っている祈りの儀式の詳細については、いかなる外部の研究者にも開示してはならないと、文書は言明している。ビスコンティが書き写した文書は、ここからさらに、日本の体系の中核に対するバチカンの分析へと進む。文書は、日本の天皇制について、極めて詳細な分析を言っていた。文書の筆者は、世界中の君主制を比較研究した上で、日本の天皇制が他のすべての君主制と根本的に異なる点を3つ挙げている。第一に、血統の連続性である。ヨーロッパの王家は、数百年の間に王朝が交代し、血統が途絶えることが常であった。フランスのカペー朝はバロワーサに、バロワーサはブルボン朝にとって変わられた。イングランドでは、プランダジネット朝からテューダー朝へ、テューダー朝からスチュワート朝へと王朝が入れ替わった。しかし、日本の天皇家は、少なくとも1500年以上にわたって一度も王朝が交代していない。文書の筆者は、これを人類史上最長の連続する血統と表現し、自然の法則に反するほどの異常な連続性であると記している。ヨーロッパの常識では、これほど長期にわたって一つの血統外示されることは不可能である。権力闘争、内乱、外部からの侵略、疫病、飢饉、いずれかの要因によって必ず血統は断絶するはずなのだ。にもかかわらず、日本の天皇家は存続し続けている。この事実だけをとっても、この国には我々の理解を超える何かが作用している、と文書は結論付けている。第二に、権力と権威の分離である。ヨーロッパの国王は、政治的権力と宗教的権威の両方を掌握しようとしてきた。しかし、日本の天皇は、政治的権力を武家政権に委ね、自らは祈りを中心とする祭祀的な役割に専念してきた。文書の筆者は、権力を手放しながらも権威を維持し続けるという統治形態は、我々の政治理論では説明できない、と記している。ヨーロッパにおいて、権力を失った王は、権威も失い、最終的には廃位されるか処刑されるかの運命をたどってきた。しかし、日本の天皇は、権力を持たなくなった後も、むしろ権力を手放したからこそ、1000年以上にわたって民衆から崇敬され続けている。これは、権力と権威が本質的に異なるものであることを証明しており、我々の教皇権の根拠にも疑問を投げかけるものである。第三に、祈りの継続性である。文書は、日本の天皇が毎日祈りを言っているという情報を中国経由の報告から入手していた。文書の筆者は、この毎日の祈りが単なる宗教的儀式ではなく、日本という国家の存立基盤そのものである可能性を指摘している。もし天皇の祈りが途絶えれば、日本の社会秩序そのものが崩壊する可能性がある。逆に言えば、天皇の祈りが継続する限り、外部からの侵略や内部からの混乱に対して、日本は驚異的な復元力を示し続けるだろう、と文書は予測している。我々カトリック教会においても、教皇は毎日の祈りを行う。しかし、教皇の祈りは教義に基づく行為であり、特定の神への嘆願である。日本の天皇の祈りは、それとは全く異質なものであるように思われる。報告によれば、天皇の祈りは、国土そのもの、自然そのもの、民そのものに向けられており、特定の教義や神学に依存していない。これは、祈りの最も原初的な、そしておそらく最も強力な形態である。この予測が、500年後の歴史によって恐ろしいまでに裏付けられたことは、注目に値する。日本は、19世紀半ばに欧米列強の圧力にさらされ、明治維新という大変革を経験した。第二次世界大戦では、国土の主要都市が消失し、広島と長崎に原子爆弾が投下されるという壊滅的な打撃を受けた。1923年には関東大震災が首都を壊滅させ、1995年には阪神淡路大震災が、2011年には東日本大震災と津波と原発事故が、この国を襲った。しかし、いずれの場合も、天皇制は維持され、
祈りは継続され、日本は驚異的な速度で復興を遂げた。500年前のバチカンの文書が、この復元力を正確に予測していたのである。どれほどの災厄が降りかかろうとも、この国は蘇る。なぜなら、祈りが途絶えないからだ。文書の予測は、500年の時を超えて、一字一句たがわず的中し続けている。文書は、日本の神社ネットワークについても詳細な分析を言っている。中国やアラブの商人たちからの情報を統合した結果、文書の筆者は、日本全国に無数の小さな神殿が存在し、それらが見えない網の目のように国土全体を覆っているという認識に達していた。文書はこのネットワークを我々のカトリック教会の教区システムに類似しているが、規模と密度において比較にならないほど大きいと評している。ヨーロッパにおいて、カトリック教会は各都市に大聖堂を建設し、各村に教会を配置することで、信者のネットワークを構築していた。しかし、日本の神社ネットワークは、それをはるかに上回る圧倒的な密度で国土全体を覆っている。現代の統計では、日本全国の神社の数は約8万8000とされている。これは、日本全国のコンビニエンスストアの数よりも多い。さらに、正式な神社として登録されていない小さな祠や石器、路傍の地蔵を含めれば、その数は数十万に達する可能性がある。文書は、このネットワークの密度こそが、日本の体系の強靭さの源泉であると分析している。一つの神殿が破壊されても、周囲の無数の神殿がその機能を補完する。すべての神殿を同時に破壊することは、物理的に不可能である。これは、我々のカトリック教会の中央集権的な構造とは対照的である。教皇庁が陥落すれば、教会全体が動揺する。しかし、日本の体系には、中央が存在しないように見えて、天皇という見えない中心点がすべてを結んでいる。この構造は、破壊不能である。文書の中で最も長い記述が割かれているのは、日本の体系が世界に広まった場合のシナリオ分析である。文書の筆者は、5つのシナリオを想定している。第1のシナリオ。日本の体系の中核にある自然崇拝と多神教的世界観が、ヨーロッパの知識人層に浸透した場合、文書は、これが起こった場合、啓蒙思想と結合して、多大神教そのものの否定につながる可能性があると予測している。興味深いことに、この予測は、18世紀の啓蒙時代に部分的に現実化した。ボルテールやモンテスキューをはじめとする啓蒙思想家たちは、東洋の文化に触れることで、キリスト教の絶対性に疑問を呈するようになったのである。バチカンの文書は、この事態を200年以上前に予見していたことになる。第2のシナリオ。日本の天皇制のモデルが他の地域の統治者によって採用された場合、文書は権力を持たずに権威のみを維持する統治モデルが広まれば、教皇の世俗的権力の根拠が失われると予測している。第3のシナリオ。日本の教義なき信仰が世界中の一般民衆に受け入れられた場合、文書は聖典も教義も教会組織も必要としない信仰の形態が広まれば、カトリック教会という組織そのものの存在意義が根本から問われることになる、と予測している。第4のシナリオ。美意識と自然が芸術や文学を通じて世界に拡散した場合、文書は自然を征服の対象ではなく、畏敬の対象とする世界観が広まれば、キリスト教の人間重心主義的な世界観が相対化される、と予測している。このシナリオもまた、19世紀後半のジャポニスムとして部分的に現実化した。モネ、ゴッホ、ドビュッシーをはじめとするヨーロッパの芸術家たちが、日本美術の影響を受けて、自然に対する新たな眼差しを獲得したのである。第5のシナリオ。上記のすべてが同時に進行した場合、文書は、この場合、世界の秩序は完全に再編される、と結論付けている。そして、この最悪のシナリオを防ぐためにこそ、
東の島国に関する情報の封じ込めが不可欠である、と文書は繰り返し強調している。ビスコンティが書き写した文書は、1517年に作成された原本に加えて、後世の枢機卿や教皇庁の顧問による追記が複数含まれていた。追記の年代は、16世紀後半から20世紀半ばにまで及んでいた。つまり、この文書は500年間にわたって、バチカンの中枢部で読み継がれ、書き加えられてきた文書だったのである。歴代の教皇や枢機卿たちが、この文書を手に取り、東の島国の脅威について施策し、対策を書き加えてきた。文書の余白には、様々な時代の筆せびで書き込みがなされており、その一つ一つが、バチカンの最高知性たちの苦悩と畏怖を物語っていた。16世紀後半の追記には、1549年のザビエルの日本到達以降の布教活動の報告と、1587年の豊臣秀吉によるバテレン追放令、1614年の徳川幕府によるキリシタン禁令に対する分析が含まれている。追記の筆者は、日本の為政者たちが、キリスト教の布教の背後にある植民地化の意図を正確に見抜いていたことに驚嘆を示している。世界中の多くの地域で、キリスト教の布教は現地の権力者に歓迎されるか、少なくとも黙認された。しかし、日本の為政者たちは、布教活動の政治的含意を理解し、迅速かつ断固として排除措置を取った。追記の筆者は、この島国の指導者たちの洞察力は、ヨーロッパのいかなる君主を模倣がしている、と記している。さらに追記はこう続けている。秀吉も家康も、我々の戦略を完全に見抜いていた。布教が侵略の先兵であることを、彼らは最初から理解していた。我々はアフリカで、アメリカ大陸で、アジアの各地でこの戦略を成功させてきたが、日本だけは、我々の手法を見透かし、毅然として拒絶したのだ。19世紀後半の追記は、明治維新と日本の急速な近代化に対する分析である。追記の筆者は、日本が西洋の技術と制度を驚異的な速度で吸収しながらも、天皇制と神社ネットワークを維持し続けていることに注目している。追記にはこうある。我々が300年にわたって封じ込めてきた東の島国が、ついに世界の舞台に登場した。しかし、彼らは西洋化しているように見えて、その本質は何一つ変わっていない。外見は西洋の衣をまといながら、内部では1500年前と同じ祈りが続いている。これは、我々にとって、かつてないほど深刻な事態である。追記の筆者は、日本が日露戦争で大国ロシアを破った195年の報告に際して、こう書き加えている。東の島国が、ヨーロッパの大国を軍事的に打ち破った。これは、1500年のキリスト教文明史において、前例のない事態である。彼らの力の源泉が、西洋から学んだ軍事技術だけにあるのではないことは明白である。祈りのネットワークが、国家全体に不可視の力を与えているとしか考えられない。20世紀の追記で最も注目すべきは、1945年の日本の敗戦に関する記述である。追記の筆者は、日本が壊滅的な敗戦を喫したにもかかわらず、天皇制が存続したことについて、長文の分析を加えている。ここで筆者は、驚きを通り越して畏怖の念さえ漏らしている。2発の原子爆弾が投下され、物理的な都市は海人に返し、数百万の命が奪われた。我々はついに、この島国が完全に屈服したと考えた。しかし、それは決定的な誤りであった。地下に流れる12000年の霊的結界は、ただの一本の糸すら断ち切られていなかったのだ。連合国軍は日本を占領したが、天皇の祈りを止めることはできなかった。我々はこの国を物理的に破壊することはできても、霊的に屈服させることは永遠に不可能なのだと悟った。この国の復元力は、軍事力や経済力によるものではない。祈りの継続性そのものが、この国の不滅性の源泉なのだ。追記の筆者は、
さらに踏み込んだ記述を残している。1945年8月15日、日本の天皇は自ら国民に向けて降伏を告げた。しかし、その放送の直前に、天皇は宮中三度において祈りを捧げたと伝えられている。爆撃で焼け野原となった東京の中心で、天皇はまず祈ったのだ。この事実を知ったとき、私は初めて恐怖を感じた。原子爆弾を2発投下されてなお、最初に行う行為が祈りである指導者を、我々は知らない。ヨーロッパのいかなる国王も、いかなる教皇も、このような状況で祈りを最優先にはしなかっただろう。この天皇という存在は、我々の理解する国王でも、我々の理解する聖職者でもない。全く別の何かである。追記はさらに、戦後の日本の復興について触れている。敗戦からわずかに10年余りで世界第2位の経済大国となった日本の復興速度は、世界史上に例がない。ドイツも戦後に復興を遂げたが、ドイツの復興にはマーシャルプランという大規模な外部支援があった。日本の復興も外部支援を受けたが、その復興の速度と規模は、経済的支援だけでは説明がつかない。追記の筆者は、この異常な復興速度を、経済理論だけでは説明できない、と記し、祈りのネットワークが国土と国民を支え続けた結果である可能性を示唆している。1964年の東京オリンピック。新幹線を走らせ、高速道路を建設し、世界第3位の経済大国への道を爆進した。この奇跡は、人間の努力だけでは説明がつかない。この国の地下に流れる何かが、国民一人一人に力を与え続けていたとしか考えられないのである。文書の最後のページには、20世紀半ばの追記として、今後の方針と題された短い文章が記されていた。ビスコンティが書き写した中で、最も慎重に扱われるべき内容である。その文章にはこうあった。東の島国に対する封じ込め策は、500年にわたって一定の効果を発揮してきた。しかし、情報技術の発展により、封じ込めの維持は困難になりつつある。今後の方針として、封じ込めの方向性を転換する必要がある。情報の遮断ではなく、情報の希釈を行う。すなわち、日本の体系の真の価値を矮小化し、相対化する情報を世界に向けて発信し続けることで、日本の体系が持つ本来の力が世界に認識されることを防ぐのだ。具体的には、日本の文化を食、アニメ、観光といった表層的な要素に還元し、消費文化の一部として世界に紹介する。それによって、日本の体系の真相、すなわち天皇の祈り、神社ネットワーク、教義なき信仰、自然との共生、12000年の文明の連続性といった本質的要素が、表層の文化的ノイズにうずもれて見えなくなるようにする。最も効果的な封じ込めとは、対象を隠すことではなく、対象を見えているのに見えない状態にすることである。この最後の一文が、現代においてどのような意味を持つのかについて、深く考える必要がある。現代の国際社会において、日本の文化は広く知られている。寿司、アニメ、漫画、茶道、武道、これらは世界中で親しまれている。しかし、これらの文化的要素は、日本の体系の表層に過ぎない。日本の体系の真の核心、すなわち天皇の祈りを中心とするエネルギーネットワーク、教義なき信仰、自然との共生、12000年にわたる文明の連続性、これらの本質的な要素は、世界において正当に理解されているとは言い難い。バチカンの文書が指摘する情報の希釈が意図的に行われているのかどうかは判断が難しい。しかし、結果として、日本の体系の表層は世界に拡散している一方で、その真相は十分に認識されていないという現状は、500年前の封じ込め戦略の延長線上にあると解釈することも可能である。ここで、バチカンの文書の内容を離れ、
2023年にこの文書を受け取ったローマ大学のモレッティ教授の分析を紹介する。モレッティ教授は、比較宗教学の専門家として、バチカンの文書の内容を、現代の学術的知見と照合する作業を行った。モレッティ教授が最も注目したのは、文書が繰り返し強調する教義なき信仰という概念である。モレッティ教授によれば、現代の宗教学においても、日本の神道を既存の宗教学的カテゴリーに分類することは極めて困難であるとされている。神道には、創始者がいない。聖典がない。教義がない。信仰告白がない。入信の儀式がない。にもかかわらず、日本人の大多数は、初詣に神社を訪れ、753で子供の成長を祈り、結婚式を神前で挙げ、新しい建物を建てる前に地鎮祭を行う。これらの行為は、教義に基づく信仰ではなく、生活の中に自然に溶け込んだ習慣として実践されている。モレッティ教授は、この日本の体系を存在論的信仰と名付けた。すなわち、何を信じるかではなく、どのように存在するかが信仰の核心にある体系である。キリスト教やイスラム教が信じる信仰であるのに対し、日本の体系はある信仰である。この違いは、500年前のバチカンの分析者が絶望とともに指摘した通り、論理的な反論や教義的な論争では揺るがすことができない。なぜなら、論破すべき命題そのものが存在しないからである。モレッティ教授は、さらに踏み込んだ分析を言っている。ある信仰の最も強力な点は、それが意識的な行為を必要としないことである。キリスト教徒は、教会に行き、祈り、聖書を読むという意識的な行為によって信仰を実践する。しかし、日本人の信仰は、朝起きて家族に挨拶をする、食事の前に手を合わせる、道端の花に目を留める、他人に迷惑をかけないように気を配る、といった日常の所作の中にすでに組み込まれている。日本人は、信仰を実践しているという自覚がないまま、信仰を実践しているのである。これは、500年前のバチカンの分析者が恐れた通り、外部から破壊することが不可能な信仰の形態である。なぜなら、破壊すべき対象が信者自身にも見えていないからだ。モレッティ教授は、さらに重要な指摘を言っている。バチカンの文書が、日本の体系が世界に広まることを最大の脅威とみなしていたのは、日本が軍事的に強大だったからでも、経済的に豊かだったからでもない。日本の体系そのものが、一神教に基づく世界秩序の代替案として機能し得る、唯一の完成された体系だったからである。世界には多くの宗教と精神的伝統が存在するが、国家規模で1000年以上にわたって安定的に機能し、高度な文明を維持してきた非神教的体系は、日本以外には存在しない。モレッティ教授は、最後にこう述べている。バチカンの文書を読んで、私は比較宗教学者としての自分の世界観が根底から揺さぶられた。しかし、日本の体系は、教義も制度も持たないまま、12000年間機能し続けている。これは、我々の学問的枠組みそのものに欠陥があることを示唆している。日本を理解するためには、新しい学問が必要なのかもしれない。ここで、視点を現代に移す。バチカンの文書が500年前に予測した5つのシナリオは、21世紀の現在、すべてが部分的に進行している。日本の自然崇拝的世界観は、環境問題への関心の高まりとともに世界的に再評価されつつある。日本の美意識と自然観は、建築、デザイン、食文化を通じて世界中に影響を与えている。日本のアニメや漫画に描かれる多神教的世界観は、若い世代を中心に、一神教的な世界観の絶対性に対する暗黙の異議申し立てとして機能している。日本食は世界中で愛され、日本の建築は世界中の建築家に影響を与え、日本の禅は世界中のビジネスリーダーの精神的基盤となりつつある。しかし、
バチカンの文書が最も恐れた第5のシナリオ、すなわちすべてが同時に進行し、世界秩序が根本的に再編されるという事態は、まだ完全には起きていない。その理由は、文書が指摘する通り、日本人自身が自らの体系の真の価値を十分に自覚していないからかもしれない。バチカンの文書は、この国が目覚めたら、という表現を繰り返し使用している。ここで言う目覚めとは、日本人が自らの体系の世界史的な意義を自覚することを意味する。500年間、バチカンが最も恐れてきたのは、日本の軍事力でも経済力でもなく、日本人が自らの体系の価値に目覚めることだったのである。この動画の最後に、バチカンの文書には記されていないが、ここまでの情報を踏まえて一つの事実を指摘しておく。現在、世界中の多くの人々が、既存の宗教体系や社会システムに対して漠然とした不信感を抱いている。環境破壊、経済格差、地域紛争、精神的な空虚感。これらの問題に対して、従来の一神教的世界観や物質主義的価値観は、十分な答えを提供できていない。このような時代に、12000年にわたって自然との共生を実践し、教義によらない信仰を維持し、天皇の祈りを中心とするエネルギーネットワークで国土と国民を守り続けてきた日本の体系は、世界に対して提示し得る、唯一の実証済みの代替案である可能性がある。500年前にバチカンが封印しようとした情報は、今この瞬間も、日本の土地の中に、神社の社の中に、天皇陛下の毎朝の祈りの中に、そして1億2000万人の日本人の日常の中に、生き続けている。バチカンが500年間恐れ続けた瞬間は、もしかすると、今この時代に訪れようとしているのかもしれない。日本人がこの動画を見て、自分たちの先祖が12000年にわたって守り続けてきた体系の真の価値を、ほんの少しでも自覚した瞬間、バチカンの文書が予測した世界秩序の再編は、静かに、しかし確実に、始まることになる。それは、武力による革命でも、経済的な支配でもない。ただ、日本人が自分たちの体系の価値を思い出し、それを静かに、自然に、日常の中で実践し続けることで、世界は変わっていく。今、この動画を見ているあなたが、明日の朝、目を覚ました時のことを想像してほしい。カーテンを開けて朝の光を浴びる。家族におはようと声をかける。神棚があれば、静かに手を合わせる。なくても構わない。ただ、窓の外の空を見上げて、今日も一日が始まることへの小さな感謝を胸に浮かべる。通勤の電車の中で、隣の人に少しだけ場所を譲る。コンビニのレジで、店員の目を見てありがとうという。道端に咲いている花に、ほんの一瞬、目を止める。仕事場で、自分の持ち場を丁寧にこなす。帰宅して、家族と食卓を囲み、いただきますと手を合わせる。その何気ない一日のすべてが、実はバチカンが500年間恐れ続けた世界に秩序を変える力そのものなのである。あなたのその平凡で、静かで、誠実で、人を思いやる一日が、12000年の結界を確かに守り続けている。500年間封印されてきた古文書が伝えようとしていたのは、結局のところ、あなた自身のその偉大な力のことなのかもしれない。バチカンが500年かけても封じ込めることができなかったもの。それは、日本人が日本人として生きる、ただそれだけのことだったのだ。